皆さんこんにちは。ヴィーナスの帯にようこそ。帯クリエイターのレミです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の帯のリメイクはクッションカバーファスナー付きです。帯はお太鼓に結んだ時一番映えるように、たくさんの人々や職人さんが長い歴史の中手をかけて出来上がった芸術作品ですね。帯の柄はまさに絵です。絵画です。ただタンスにそのまま眠っていませんか？または使いすぎたり古かったりくたっとしていませんか？帯リメイクで帯柄を生かしソファーに置けば部屋はあっという間に美術館になってしまうかも。とにかく雰囲気が変わりますよ。そんなクッションカバーを制作してみませんか？ただ帯幅はほとんどが30センチ、クッションは45センチ四方、サイズが合いませんね。この決まっている帯幅を逆手にとって反対に楽しむ方法をお伝えしますね。またどんなサイズのカバーでも作れますから、サイズが違うなと思っている方も引き続きご覧になってください。作り方で難しいところは何度も再生してみてくださいね。帯リメイク作品をこれからも紹介してまいりますので、チャンネル登録をお願いいたします。また、LINE 友達登録をしていただくと豪華10個のプレゼント。冠婚葬祭の福さの型紙もこちらからもらえます。詳細は最後にお知らせいたしますね。まず、帯のカットです。私は少しぎゅうぎゅうなクッションが好きなので出来上がりを 44×44 にしました。お好きなサイズで計算してください。また帯で作る場合は帯幅だけでは足りないので、片側丸2のカットもしなくてはなりません。片側丸2に何を持ってくるのか考えるのが帯リメイクの楽しいところです。無地を使ってもいいし、同じ模様を使うにしても向きを変えただけで別物の出来上がりです。帯幅をまず活かして、私のこの帯は帯幅31センチでした。長さは46センチでカットします。そして片側丸2のために模様を揃えて同じところでカットしました。どう使おうかなと今向きを考えています。この花火みたいな、とっても綺麗ですよね。同じ向き同士にしようかな。片側そう、ちょっと半分に折ってみます。案外この下の反対も考えてみます。ちょっとなんかピンとこない。この下側の模様が合わさるところが素敵だなということで、この向きにしました。派手な織りの帯の裏側はだいたいこのようにすごいことになっています。糸の厚みやクッションの出し入れで摩擦も心配ですから、できるだけカットをして接着芯を貼ってしまいましょう。表も裏地もカットしました。表の裏には接着芯を貼っています。裏も帯幅をそのまま使います。ファスナーの縫い合わせがあるので、4番で幅を18センチ取ってカットしましょう。さあ、そして表の縫い合わせをしましょう。ここは縫い代1センチでした。縫い合わせる前に端の処理をロックミシンかジグザグミシンでしておくのがおすすめです。次は裏の3番と4番でファスナー付けをします。縫い代 1.5 センチをどちらも折り返しましょう。中表にして 1.5 センチの縫い代線上に両側から3センチの印をつけましょう。クリップで留めて両側3センチのところは本縫いをしましょう。両端の3センチだけ縫います。最初と最後は必ず返し縫いをしましょう。両端3センチ縫い終わったら、その間を縫います。縫い目の長さを5ミリ一番最大にして、それは後からすぐほどくからです。ですから、最初も最後も絶対に返し縫いはしないでください。縫い
目5ミリで粗ミシンをかけています。あっという間に縫えてしまいました。3センチの手前で返し縫いなしで留めます。こんな感じの縫い目、こっちが普通に3センチ縫って、さあ縫い代を割りましょう。端から3センチのところを割った縫い代からも分かるように印をつけて、ファスナーを裏にして上耳を3センチよりもちょっと縫い代側にして留めた方がいいです。そしてよく観察すると、ファスナーにはいろんなラインがあるから、どこを目印にして縫おうか、それはファスナーの押さえ金とも関係しますね。上耳を合わせたらどんどんクリップで留めていきます。ファスナーのエレメントと縫い代の割ったところ、真ん中が合っているか時々確認をしてクリップを留めていきましょう。ファスナーは四角く縫います。両脇2センチのところは返し縫いをしましょう。そして押さえ金をファスナー用に変えます。ファスナーはたくさんラインがあるので、どこかのラインをガイドラインに決めます。それをファスナーの押さえ金の左や右と合わせていくとうまくいきますが、これちょっとスライダーに近いところの線を選んでしまいましたから苦労しちゃいました。もっとスライダーから離れたラインを決めましょうね。端の2センチ手前で角度を変えて、ここは返し縫いをたっぷりして、また角度を変えて縫っていきましょう。スライダーが上げづらいときは目打ちを使いましょう。そしてファスナーの上留めは絶対に離れないようにして縫っていきましょう。ここも最後の返し縫いです。粗ミシンの糸をほどいていきます。リッパーの赤い玉を下にしてずらしていけば一気にほどけますよ。それに切れることもありません。はい、一気にきました。糸を始末してファスナーの開け閉めを確認してみましょう。いい感じですね。そしてファスナーの尻尾は残り1センチぐらいで切っておきましょう。あとは表と裏を中表にして一周縫い代1センチで縫ってしまえばもう出来上がりです。その時に必ずファスナーは開けておいてくださいね。ひっくり返せなくなりますよ。クリップで留めていきます。そして開けておいたファスナーから角を持って左手から右手に渡していきます。そして角を整えましょう。目打ちを使って角ではなくて手前のミシンの縫い目と縫い目から目打ちを入れていきます。そして角に向かって中から押し上げていきます。なるべく目打ちを動かすのではなくて、左手を差し込んだら左手を動かしていきましょう。差し込んだら左手を動かす。時々こうやって持ち上げていくんです。
さあ、角がうまく出たら、クッション、ヌードクッションを中に入れて出来上がりです。ちょっとこれは両端が出てくる違うバージョンです。これも素敵ですよね。2つ並べてみました。ヴィーナスの帯、オンライン、レミの帯リメイク教室。公式 LINE 登録もしていただけましたか？あなたは古い着物帯に悩んでいませんか？タンスに眠る祖母、母からの着物帯、保管やスペースに悩みますね。でも、帯リメイクで作品を作ると、タンスのスペースが空いて、あなたの大切な着物帯に新しい命を吹き込めますよ。LINE 登録してくださった方に、帯リメイクお得情報満載の豪華10大プレゼント、大人女子の宝箱を開いてみませんか？特典1、帯リメイクスタートアップ、完全解説ロードマップをあなたに。このプレミアム動画で、レミの帯リメイク教室の詳細がわかります。じっくりご覧ください。特典2、そのスライド300枚で、ゆっくり自分のペースで見直しもぜひしてくださいね。特典3、完全非公開動画、周りから一目置かれる簡単スマホショルダーの作り方。今スマホサイズのバッグはどの世代でも必需品です。外ポケットなので鍵やハンカチは別に収納。作っておくととても便利です。特典4、超有料級上級着物講師直伝のあなたを格上げする着付け講座テクニック参戦。帯の畳み方など各種動画を揃えていますので、選んであなたの着付けをワンランクアップさせてください。特典5、冠婚葬祭になくてはならない複数の型紙をプレゼント。型紙があれば自分にお友達にと、あなたしか作れないオリジナル作品が簡単にできますよ。贈り物にとても喜ばれますので、この型紙をぜひ手に入れてくださいね。特典6、リメイク作業が5倍はかどるプロ御用達リスト。厳選に厳選を重ねたおすすめソーイングセットの一覧表を作りました。帯リメイクを始めるのに準備するものがこれでわかりますよ。特典7、ミシンが苦手な方でも大丈夫。接着剤で作れるリメイク事例をあなたに。特典8、もちろんミシンで作るワンランク上のアイデアリメイク事例もたくさん集めました。特典9、レミ帯リメイク教室の個別相談会へのご招待チケット。あなたとお会いできるのを楽しみにしています。特典10、そして VIP 特別ご優待券も付けしました。どんな内容かはお楽しみに。古帯を最高の形に、リメイクの楽しい世界をレミの帯リメイク教室で体験しましょう。帯リメイクお得情報もお届けします。ぜひ概要欄にある公式 LINE 登録から無料プレゼントを今すぐ受け取ってください。皆様ご視聴ありがとうございました。ヴィーナスの帯のチャンネル登録といいねボタンもぜひお願いいたします。